皆さんおはようございます。前回ですね、京都に1泊4000円の宿で泊まってきたんですが、今回はその帰りです。ただ京都から東京まで新幹線でピューッと帰っても何も面白くないので、今回は京都から東京まで東海道新幹線のぞみ号禁止の旅をしていきたいと思います。時刻は朝の7時、京都駅におります。ということで京都駅に着きました。ここで7時33分発の列車に乗っていこうと思います。うおー、眩しい。京都の朝だ。朝日が眩しいです。今は朝の7時22分。通勤ラッシュの時間帯なんですが、大阪とは逆方面なので多分空いてるでしょう。皆さんはこの光景あんまり見ないですよね。京都駅の朝ってだいたい夕方に帰る人の方が多いので、まさか京都の皆さんもこの観光客が東京までのぞみを使わずに行くなんて思ってないでしょうね。これは京都7時30分発東京行きののぞみがホームから見えます。あれに乗れば東京9時45分に着くのに、行ってしまった。これから私たちはのぞみを使わず夜までに東京に着ければいいでしょう。いやー、これは視聴者の皆さんが見たら絶望ですね。のぞみは希望ですが、こちらは絶望しております。入ってきた列車は新快速米原行きです。今日1本目の列車に乗っていきますと思ったのですが、まさかの大混雑。同行者は座れませんでした。ただ思わぬ発見がありまして、ドア前の立ち席で車窓を楽しむ様子を後でご覧に入れます。京都駅を7時34分に発車。向かい側には東京行きの新幹線も見えます。おっと、なんか隣が並走してきますか。これは実は同時刻発車の快速米原行きなんです。時刻表上全く同じ時刻なので、駅員さんにこれ連結してるんですかと聞いたところ、別の線路走りますので大丈夫ですよと。なるほど、京都から滋賀への通勤って快速を2本同時に走らせないといけないくらい乗るんですね。初めて知りました。しかもこの2本の列車なんですけど、まるで並走バトルのように並んで走るんですよね。次は山科駅。快速電車に抜かれてしまいました。最初の停車駅は快速列車な新快速より先に着きました。途中の山科駅に到着。快速電車はさっさとドアを開け閉めして先に発車していきます。まさか京都から東京に帰るための列車でこんなものが見られるとは思いませんでした。同津駅には快速電車が先に到着したのですが、次のこれは難しい漢字の駅で快速電車を追い抜きまして並走バトルは終了。いやー、いい体験が思いがけずできました。彦根に着くところなんですけど、車内をご覧ください。全然降りないんですよね。中にはお坊さんもいらっしゃいまして、まさに東海道線で修行ということなのでしょうか。意外と京都から名古屋方面を目指す方もいらっしゃいます。米原に到着です。ホームに入るときすごい車両が保存されているのが見えるんですよ。あれは WIN350、1992年に当時の世界最高速度 350.4km ターアワーを記録した新幹線の試験車両です。本当は10秒くらいしか見えないんですが、スローでご覧ください。ここで乗り換えなんですが、米原に8時30分着で、次の大垣行きが8時33分発。よく考えてなかったんですが、乗り換え時間3分しかないんですよ。なんか皆さん走ってるなと思ったらそういうことだったんですね。ムーンナイトながらの乗り換えダッシュってこんな感じだったんでしょうか。ここからは JR 東海の管轄になります。車両も315系に変わりまして、関ヶ原越えです。関ヶ原、天下分け目の戦いがあった場所を普通列車でのんびり通過していきます。冬の関ヶ原は雪が積もることでも有名で、新幹線が遅れる原因になるのも大体ここなんですよね。実は今回この乗り継ぎにしたのは名古屋で少し時間を取りたかったからなんですよ。ちょっと気になっているものがありまして、それはまた名古屋に着いてからお話しします。大垣に到着です。ぞろぞろと名古屋方面に向かう人たちが降りていきます。昔ムーンナイトながらっていう夜行列車がありまして、東京からこの大垣が終点だったんですよ。そこから先大阪方面に乗り換える人も多かったようなんですが、その名残なのか乗り換えの時に走らないでの張り紙がまだ残ってるんですよね。私たちもここから名古屋方面に乗り換えです。列車は大垣を出発。大垣からは垂水鉄道というローカル線も出ているんですね。車内は結構混んでまして、ここから名古屋に向かう人がこんなにいるのかと。この列車新快速の豊橋行きなんですよ。静岡の手前くらいまで一気に行ける。ただまっすぐ帰るだけでは面白くないので、名古屋駅で途中下車したいと思います。名古屋駅に9時45分に到着。ここから名古屋のデパートに向かいます。開店前に着いたのでシャッターが開くところも見られました。この名鉄百貨店2026年2月28日に閉店したんですよ。私が行った時もあと10日で閉店ということで、シャッターが上がるのもあと10日かとしみじにしてしまいました。エレベーターに乗り、今日の目当ての場所へ。お目当てはエスカレーターです。
まずこの赤い垂直エスカレーター、東芝製で世界にもう2機しかないんですよ。ロゴのデザインが古くて、これだけでも歴史を感じます。名鉄百貨店が閉館した今、どちらももうその姿を見ることはできません。開店すぐで人もいなかったので、じっくり観察させてもらいました。そしてこちらがオーキス製のエスカレーヤーです。このエスカレーヤーという製品が存在したことすら知らないエスカレーターマニアもいるくらいだそうです。本当にこの名鉄百貨店がなくなってしまうのは寂しくて、高校の時に電車が遅れて伊勢の帰りが遅くなったことがありまして、夜の9時くらいに名鉄百貨店のヤバトンを友人と食べたのが今でも思い出なんですよね。名鉄百貨店ありがとうございました。さて、名鉄百貨店の次はあの幻の料理を食べたいと思います。名古屋といえば、そう世界の山ちゃんです。幻の手羽先を食べようと思います。県内に入り、ひとまず同行者とお昼ご飯はビールと山ちゃんです。お疲れ様です。私たちは京都を7時半に出て、11時半の昼間から手羽先片手にビールをしこたま飲みます。鉄板焼きのナポリタンも美味しい。名古屋発祥は米田もありますし、喫茶店イメージの料理なんでしょうかね。さて、ビールは3杯以上は飲んだと思いますが、この先の旅の仕込みもしてたら予定の電車に乗り遅れそうで、名古屋駅を猛ダッシュ。間に合うかと不安でしたが、なんとか間に合いました。13時1分、快速豊橋行きに乗車します。皆さんお忘れかと思いますが、今日東京まで帰らなきゃいけません。すでに午後ですがまだ名古屋です。名鉄線とも並走していますが、これで名古屋ともお別れ。すっかり酔っ払いになってしまって眠くなったので、豊橋までお昼寝。鉄道だからこんなこともできます。いけない、もうすぐ豊橋です。同行者を起こして豊橋で乗り換え、豊橋から乗車するのは普通列車の浜松行きです。ここから各駅停車の旅が始まります。向かい側には東京16時18分着の東海道新幹線各駅停車のこだま号の姿が見えます。先に発車したのですが、すぐ抜かれてしまいました。残念。豊橋から浜松までは新幹線と並走する区間が多く、真横を新幹線が通過していきます。列車は浜名湖の上を走り、弁天島という島みたいな駅もあるくらいです。東京行きの新幹線が海のような浜名湖を颯爽と追い抜いていきました。まだまだ私たちの旅が長いことが分かりました。浜松に到着しましたが、バッテリーがやばいのでスタバに駆け込みます。ここで少し充電。浜松は自動車メーカーのスズキが本社のため、新幹線のコンコースにスズキの車があります。これと同様で広島も駅のコンコースにマツダの車が置いてあります。それにしてもどうやって運んだんでしょうか。今回のぞみ号禁止で絶望していましたが、ここで光があります。乗車するのは光510号東京行きです。ここで今回のぞみ号使用禁止の旅で、なぜこのタイミングで新幹線を使うかについてご紹介します。京都から東京までのおおよそ5000円の新幹線特急料金を払った方が得ではないかということです。先ほど山ちゃんを食べる名鉄百貨店に行くために名古屋で下車した場合、実は新幹線特急料金が上がり、指定席利用の場合8000円の特急料金がかかります。今回は同行者もいるので、新幹線特急券が1万6000円もかかってしまいますよね。そこで今回乗車した光号では、浜松から静岡、静岡から三島の2枚の新幹線特急券を買うことで、1人1980円で浜松から三島まで、静岡県をたった2000円で横断することができます。ちなみに普通に投資で買うと料金は2530円となるので、1人550円得になります。ちなみにさっき浜松で入ったスタバでポールサイズのドリンクなら JR 東海のおかげで無料で飲めていることになります。ちなみにですが、なぜこうなったかというと、もともと東海道新幹線の駅は浜松、静岡、三島となっていて、新富士と掛川は当時ありませんでした。その時の名残で隣接駅同士は自由席特急券を割安にするという特定特急券という形が歴史として今も制度として使うことができます。ただ光号の三島停車便は少なく、今回乗った光510号は三島に運よく停車する便です。こだま号で移動すると50分程度かかりますが、光だと41分で行けるため得した気分です。ただ自由席なので混んでいると2人並びで座れないとかあるので注意が必要です。それでもいいことがありました。こちらは桃鉄の決算で有名な富士川を渡るところですが、富士山がよく見えます。これだけでも新幹線を使う価値はあります。この日はよく晴れていて、富士山の絶景を見ることができました。列車は三島駅に到着。この駅で新幹線を降りて再び普通列車の旅に入っていきます。三島駅の地下通路は長く、結構歩くのに時間がかかります。16時6分発の特急踊り子号もいるようですが、ここで760円払うのはもったいないので普通列車に移動します。熱海駅からは普通列車で移動。たった15分なので普通列車で我慢します。
もう少しで熱海駅に着くのですが、駅前にある温泉に行こうと思ったのですが、この日は定休日ということに熱海駅に停車する直前で発覚。冷や汗をかきながら熱海駅に到着。降りるとようやく東京駅に行ける列車がお出迎え、東京が近づいてきました。さて、京都出発から10時間が経とうとしていますが、正直長時間外にいると体もベタつきます。ということで熱海駅から10分ほど歩きまして、大江戸温泉物語に来ました。正直これで入れなかったら何のために熱海で降りたんだという話ですが、結果は日帰り入浴 OK されました。以前から熱海温泉に行きたいよねという話はしていたんですよね。そして見てください、この景色。太平洋を一望できた景色はすごく良かったです。1時間温泉に浸かりまして、時刻は間もなく18時というところ、ここから一気に東京駅を目指していきます。行きは良かったけど、熱海は帰りは上り坂。時間に余裕を持たないと、せっかく節約したのに駅までタクシーになってしまいますからね。熱海駅に着いた頃にはすっかり夜です。時刻は18時7分です。熱海から東京に帰るのですが、ここで一工夫。お隣に普通列車が止まっていますが、やっぱり座って帰りたいですよね。ということで、ここでの作戦は普通列車宇都宮行きを見送ります。かつてホームライナーで使用されていた JR 東海の車両、通称ゼニ取られるライナーがやってきました。今回の長旅で非常にお世話になりましたが、ここからは JR 東日本の車両に乗って帰りたいと思います。そしてやってきたのが臨時列車の踊り子66号東京行きです。特急高くないと言われそうですが、今回の旅では JR 東日本のポイントが余っていたので、タダで特急に乗らせてもらいます。2人で1000ポイントで乗車。同行者は鉄道オタクではないのですが、なんかペンギンみたいと言っていました。一般人からはそう見えるのでしょうか。18時29分発の踊り子号で東京を目指します。京都を出て約12時間、いよいよ東京です。今回の京都から東京までの旅のおさらいです。京都から東京までは新快速など快速列車を駆使して、途中の浜松まで特急料金は0円で、名古屋では名鉄百貨店と世界の山ちゃんでグルメを楽しみつつ、浜松から三島までは光号を使って少しズルをしました。光号を使うことで距離換算では JR 東日本のグリーン車並みの料金で、普通列車なら2時間半程度かかるところを約40分で移動することができました。熱海では疲れた体を癒すために熱海温泉へ、その後一風呂浴びて東京まで行きフィニッシュです。特急券は熱海から品川を利用することでポイント数を500ポイントに抑えることができ、京都出発から12時間半東京駅に到着しました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いいたします。またコメント欄でリクエストも募集しております。それではご視聴ありがとうございました。